おはようございます。しんえです。今日の FD レストアはこちら。車内の塗装を進めていきます。正直内張りとかついてしまえばどこも見えなくなるんですよね。全部隠れるんですよ。だから塗装しなくても支障はないんですけど、せっかくここまでバラバラにして丁寧に作業やってきたからね、今回は車内も綺麗に塗装します。塗装しておけばその分塗装の膜圧がね分厚くなるから錆びにくくもなるし、見た目も綺麗になるし、一石二鳥ということで綺麗にこの FD を仕上げていきましょう。とりあえずまだ塗装はすぐできないんですよね。サフェーサー研いだりしなきゃいけないし、シーラーも入れ直しとかしなきゃいけないし、塗る前にやらなきゃいけないことたくさんあるので、まずは下地処理から作業を進めていきます。よし、それじゃあサフェーサー研いでいきます。とりあえずガイドコートだけ塗って、ブジュって出た。あとはひたすらペーパーで研いでいきます。サフェーサー研ぎの助っ人、サフェーサーこうやってペーパーでこう研げばスプレーミストがなくなってこうグレーな感じになるから、これをずーっと研いでてほしい。これ全部研がなきゃいけないからさ。でこの辺の何もサフェーサー飛んでないところももうサフェーサーのミストが乗っかっちゃってるから、こうやって研いでほら表面のガサガサが取れて下地の白が出てくるぐらいまで全部研いでほしい。サフェーサー研ぎ終わりました。手伝ってもらったからだいぶ早く楽に作業が終わった。やっぱね、この面積研ぎ入れるの全部手作業だからすごい大変。ダブルアクションとか使えないからね。ただ全部ちゃんと研ぎ入れたし、塗装の密着は問題ないと思います。めっちゃ綺麗になった。とりあえず今回塗装するのは車内、そしてエンドパネル、ここも一緒に塗装していきます。ガレージが狭いから一緒にねボディとこのエンドパネル塗ろうとすると後ろが狭くて、取り回しが大変になっちゃうんで、今回こっちも一緒に塗っちゃう。で今回塗装しない部分、この辺のフェンダーとか屋根とか、この辺はマスキングして塗料がかからないようにやっていきます。バックテープ、ぼかし際をなじませるための技。よいしょ。こうやってマスキングテープを折り返して、この色を切る場所をこうやって貼っておけば塗装の段差がくっきり出ないからいい感じに馴染んでくれます。テープ貼るとこんな感じです。ここの角の部分、こうやってビロビロテープの角が出ないんで、塗料をここで見切ってもこう段差が出にくくなります。マスキング終了。こんな感じに貼り終わりました。
ここドアのつく部分っていうんですか、ここは塗装するときにこう手かけたりとかしてこう捕まったりとかすると思うんで、今回ここは塗らないです。エンジンルームとか塗装するときに別で塗装をここやります。多分こう室内塗るときこうなるんですよね。で屋根塗装したりとかやらなきゃいけないんで、ドアのところは後回しで、逆にこっちのバックドアの方は塗装をやります。ここね、ヒンジのつく部分とかこの辺は塗装をする。でここだったらまあ手つくこともないと思うし、こっちのフェンダー側に寄しかかってしまえば意外とこう体を奥の方まで倒し込むことができるんで、こっちは今回一緒に塗っちゃいます。ここのラインから来てエンドパネルこんな感じに貼ってあります。それじゃあ脱脂してでシーラー入れていきます。シーラー入れていきます。ゴムヘラこれで鳴らします。パネルの隙間にちゃんとシーラーが入っていくようにヘラで押さえ込んで、そしてシーラーをなびる用のハケ、これでハケ目をつけていきます。そうすると純正っぽい感じの仕上がりになります。どうせ見えなくなっちゃうんですけどね。そしてオールペン色がエシャだからそこまで気にしても仕方ないんですけど、今回ちょっとハケ目をつけてやってみようと思います。いい感じにハケ目ついたんじゃない？純正っぽい感じのシーリング。同じように他の場所も全部シーラー入れていきます。はい、ということで一通りシーラー入れ終わりました。こんな感じになっております。ハケでなびって仕上げたから割と純正っぽい感じにはなってるんじゃないでしょうか。これで塗装すればそんな違和感は出ないと思います。そしてダッシュボードのつく部分、このカウルトップのとこから雨漏りしてたんで、そこもきっちりとシーラーを入れておきました。ちょうどこのワイパーのつくところですね、こっから水が入ってで室内に垂れてきてるような感じだったんで、これが雨染み、ここに染みできてるね、こんな感じで水が入ってきてたんで、そういうところも全部ちゃんと塞ぎました。そしてトランクはこんな感じ。このパネルとパネルの合わせ目、ここも全部やり直したし、テールランプがつく部分、ここも全部入れ直しました。こんだけしっかりやってあれば雨漏りで車内が水浸しになることもなくなると思います。ここトランク買ってきた時水浸しだったからね。まあシーラー以外にもこうクリップとかそういうとこから雨漏りもしたりするんですけど、一応シーラーは全部やり直したから、こっから入ってくるリスクはだいぶ下がるんじゃないかな。
ナンバープレートの取り付け部分はつけたままだと裏側の塗装がやりにくいなと思ったんで、外して台に吊るした状態で塗装をやっていきます。撮影し忘れてたけど、給油口も今回塗装します。こんな感じでシーラーも入れ直してで塗装します。さあ、そしたらあとは塗っていくだけなんですけど、今日めっちゃ風強いんですよねすっごい風強くて、シャッター閉めててもちょっとね、隙間風でピュー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 吹き込んでくるんですよね。シーラー入れてから塗装できるまでの時間っていうのがあって、もうね、塗らなきゃいけないんですよね。後回しにして明日とかにはできないんで、ちょっと塗装するタイミングとしては最悪だけど、どうにか頑張って塗装していきたいと思います。できるだけゴミつかないように頑張って塗装はやるけど、綺麗に塗れるかどうかはちょっと分かんない。まあできるだけ頑張ってやってみたいと思います。一応ホコリが舞い上がらないように水だけはちゃんと撒いておきます。それではお待たせいたしました。皆さんお待ちかね、塗装タイム行ってみよう。塗装する順番は屋根塗ってで前側塗って後ろ塗ってっていう風に順番でやっていきます。そうしないと塗ったミストが降ってきて床がねガッサガサになっちゃうから、塗る順番結構大事だったりします。とりあえず屋根から塗っていきます。ベースカラー塗り終わりました。綺麗なオレンジ色になってます。次カラークリア塗っていきます。
キャンディーカラー塗り終わりました。だいぶ色が濃い赤になったね。カメラでも違いわかるかな。ベースカラー塗った時よりもすごく深みのある赤になった。風がものすごく強いんだけど、でも今のところゴミ大丈夫そうです。どうにかなりそう。ちゃんと綺麗に塗れてる。あとはクリアを塗れば完成です。ということで、これからクリア塗装していきます。塗装終了。塗り上がりはこんな感じです。つやつや。綺麗に塗れたかないつもに比べちゃうと今日はあんまり仕上がり良くないかもしれない。やっぱね、風強かったからゴミがちょっといつもに比べて多いです。映るかななんかこの辺とかほら、プツ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 っていっぱいついてる。トランクもツヤツヤ。遠目で見るとね、綺麗なんですけどね、近くでよーく見るとゴミが気になる。まあペーパーで弾いて磨いてしまえばこの辺とかは全然平気だと思うんですけど、まあ仕方ないですね。今日めちゃくちゃ風強かったからはい、こんな感じになっております。で、一応塗り残しとかはないように気をつけて塗ったんですけど、特にこのなんていうのかな、こうダッシュボードとかついて、まあ見えなくなる部分ではあるんですけど、こう覗き込むと色が入ってないとか、そういうところがないように気をつけて塗装はやりました。だから元色が白だったっていうのはパッと見じゃわからないと思います。パッと見というか覗き込んでもそうそうわからないんじゃないかなと思います。ほら、こういう穴の中とかもできる限り色を入れるように頑張って塗装したんで、綺麗に色が入ってると思います。あと下色を染まりのいいやつ一回入れてるんで、透けてたりとかも全然ないし、綺麗に色は決まってるんじゃないかな。そうだ、色を塗った後のシーラーの仕上がりをちゃんと撮影しておかねば。塗装するとこんな感じになります。ちゃんと刷毛目も出て純正っぽい感じになってますよね。今回トランクとあとリアシートのところ、ここのメルシートを貼らずに塗装をやったんですけど、塗装が乾いてから後でちゃんと貼る予定です。っていうのもね、やっぱ塗装の膜厚あった方が錆びにくいかなっていうのもあったし、あと見た目とかもね、一回色入れてから貼った方が綺麗に見えるかなと思ったんで、今回メルシートここは貼らずにそのまま塗装してしまいました。メルシートってこれね、この純正の、防音制振断熱材みたいなやつ、これがね本当はこのトランクの部分と、リアシートのところと純正ではついてます。で、とりあえずこれ一回乾かして、でボディの外側とかも塗装して、今度車内の組み付けとかやるときにメルシートはね後日ちゃんと貼りたいと思います。はい、ということで本日は FD の室内の塗装、ようやくボディに色が入りました。やっぱりサフェーサーのムラムラしたなんか色ムラな感じに比べると赤一色で統一されてるから、見た目めっちゃくちゃかっこいいですね。すごく綺麗になった。ただちょっとゴミが
ゴミがちょっと多かったのが残念かな。まあその辺はね後で、ペーパー当ててちゃんと磨いてきれいにしますんでご心配なく。今回室内とあとエンドパネルと後ろ側の塗装をやったんで、次回は前側ですね。エンジンルーム、そしてホイールハウス、ピラーからドアの内側の部分、外装パーツ組むと塗装できない部分を次回塗装していきたいと思います。そしてその次が外装パーツ外側の車のもう全体の塗装になると思います。見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイ。